1582年6月1日深夜、京都。明智光秀率いる1万3000の軍勢が動き出した。静かにしかし確実に信長の護衛は100人にも満たない。夜明けには全てが終わる。その夜、闇の中に一人の人間が現れた。ライフル1丁、弾薬60発、そして手のひらに収まる小さな機械。60発で1万3000人を相手に何ができる？もし現代の狙撃手一人が本能寺の変の前夜に現れたら、さあ俺の妄想に付き合ってくれ。まず状況を整理しよう。織田信長、当時天下統一まであと一歩に迫っていた男だ。その夜、信長が泊まっていたのは京都本能寺。護衛はわずか、完全な無防備だった。そこへかつて信長に仕えていた武将明智光秀が牙を向いた。動機は今も分かっていない。怨恨か野心か、それとも別の何かか。分かっているのは一つだけだ。光秀は1万3000の兵を率い、信長のいる本能寺を包囲した。護衛100人対1万3000人。夜明けには歴史が決まっていた。ではこの男の装備を見てみよう。ライフルはバレット M82、セミオート対応の狙撃銃だ。有効射程2000メートル、暗視スコープ搭載。闇の中でも全てが見える。携行弾薬60発、そしてもう一つ、手のひらサイズの小型ドローン。高輝度 LED スポットライト搭載。サーマルカメラ搭載。上空150メートルを静かに飛ぶことができる。バッテリー残量30分。補給はない。通信もない。脱出手段もない。この男に残された時間と弾薬はこれだけだ。しかし60発で1万3000人を止めることはできない。一発で1人を止めたとして残り1万2940人はどうする？弾が尽きた時、この男に残るのは空のライフルだけだ。この男に勝ち目はない。数学がそう言っている。だがこの男は計算など最初からしていなかった。1万3000人を倒すつもりはない。ただ数分間だけ、たった数メートルの空間を守り続けるだけでいい。それだけがこの男に残された仕事だった。なぜか、それはまだ言えない。バッテリーに残された時間は30分だけだ。さあ、時が動き始める。寺の内部、信長と森蘭丸が死を覚悟していた。刀を手に取り、静かに目を閉じる。その瞬間、上空150メートルの闇が割れた。一筋の強烈な光、高輝度 LED スポットライトが包囲網の最も薄い裏路地を垂直に照らし出す。明智兵たちは空を見上げた。しかしそこには火縄銃の届かない遥か上空の闇があるだけだ。光の根元は見えない。明智兵たちが空を見上げたまま動けなくなった。一方、信長はその光を見た。神など信じなかった男がこの夜だけは走った。蘭丸を連れ、光が示す裏路地へ。バッテリー残量22分。狙撃手は光の道に近づく明智兵だけを狙い続けた。残弾45発、38発、29発。明智兵たちは気づき始めた。光に近づいたものから順に死んでいく。音もなく、理由もなく、天罰のように。後に生き残った兵はこう語ったという。あの光に踏み込んだ者は神に裁かれた。1万3000の軍勢がいながら誰一人としてその路地に踏み込めなかった。見えない死神が守る数メートルの空間。光源的な恐怖が1万3000人の足を止めた。バッテリー残量11分、残弾10発を切る。
スコープの中の視界が狙撃手自身の荒い呼吸で揺れ始めた。信長と蘭丸が路地の出口まであと数十メートル。バッテリー残量3分。残弾9発。光が消える前に送り出さなければならない。狙撃手は最後の9発を路地の出口に集中させた。1発、2発、3発。路地の出口付近に群がる明智兵が次々と倒れた。残弾ゼロ。信長が山中へ消えた瞬間、ドローンの光が静かに消えた。夜が戻ってきた。弾薬を撃ち尽くした狙撃手は闇に紛れて撤退した。信長は無傷で鞍馬の山中へ姿を消した。明智光秀は信長の死体を見つけられなかった。軍は瓦解した。しかし死の淵からよみがえった信長は静かにこう言った。世は死なぬ。天がそう言っている。かねてから自らを第六天魔王と名乗っていた男が死の淵で本物の天の力に救われた。タガが外れるのに理由は十分だった。反旗を翻したもの、少しでも疑わしいもの、すべてへの大粛清が始まった。遠く京の都から炎が上がり始めた。狙撃手はその光を闇の中から見ていた。60発の弾薬で一人の男を救い出した。そしてその男が何万人もの命を奪い始めた。狙撃手はライフルを静かに下ろした。一人の狙撃手は確かに13000の軍勢から一人の天才を救い出した。しかしそれは日本という国全体を終わりのない恐怖政治の炎で焼き尽くす、その引き金になってしまったのだ。これが深夜に頭から離れなかった俺の妄想の答えだ。一つだけ聞かせてくれ。もし自分が狙撃手なら信長を救ったか、それとも歴史をそのままにしたか。コメントで教えてくれ。もし楽しんでくれたなら高評価とチャンネル登録頼むね。それだけで俺の深夜の妄想は続けられる。次回も俺の妄想に付き合ってくれ。